ばくないこれ。サクセスボイス。どうも発声評論家翔天帝です。突然ですが、いつもおなじみ岩谷先生ですが、おかげさまでレッスンが非常に忙しくなったため、私が今回からチャンネルに出演していきます。以後よろしくお願いします。というわけで今回はスーパーボーカリスト列伝ガイデンということで、なぜガイデンかというと、大人気アニメブリーチの朽木ルキアやコードギアスのチャーリーの声優さんをやってます折笠さんがうっせぇわを歌ってみたという動画がありまして、これがもうものすごいわけ。普通のシンガーじゃ勝てないレベルの歌唱力を発揮してるんです。というわけで、それを皆さんと一緒に見ながら解説していこうという試みをやりたいと思います。このチャンネルでは明日から歌や音楽がちょっと楽しくなる情報をお届けします。今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみに今回の動画はプレゼントもついてます。誰でも思い通りの高音で歌えるようになる超速高音ボイストレーニング教材、これを無料配布するお知らせもします。見逃さないようにぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。この動画本当にすごいんで、もしタイトルを聞いて今興味ないなとかって思っても、ぜひ1分だけワンコーラス僕我慢して黙ってますんで、ちょっと一回見てその後解説するから。いくよ、ビビるよ、いくよ。正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやる。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた。ナイフのような思考回路打ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう。これは誰かのせい、あてもなくただ混乱するエイテイ。それもそうか、最新の流行は当然の把握、経済の動向も通勤時チェック、純情な精神で入社しワーク、社会人じゃ当然のルールです。はあ、うせはあなたが思うより健康です。一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもね。ああ、よく似合うそのかもなく不可もないメロディー。うせは頭の出来が違うので問題はなし。いかがでしょうか。やばくないこれ。マジやばいんだよね。もう最初にこの動画見つけた時、半端ねえなと思いました。折笠さんね、もともと音楽の道を目指してたこともありまして、実はめちゃくちゃ歌が上手いんです。しかもそれに声優さんの演技力とかも全部詰まってるし、さらにサクセスボイスで常に教えている発声技術がめちゃくちゃ一曲に凝縮されてるわけです。もう鬼畜、ある意味ね、ディマシを見つけた時みたいなね、衝撃をね、受けました。じゃあちょっと細かく解説していきますんで、一緒にね、最初からもう一回解説していきます。最初の方は、よくあるうっせぇわの感じですね。そこから聞けます。行きましょう。正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやる。まあこの時点ですごいんだけどね。いやーって、もう、これ、できないけど、できたわ。これ、イキリとミックスボイスと口腔共鳴をガッて入れてる、こういう発声なんですね。一番強い発声。声で言うと、ここから出てくる A だとします。ボイス A。これを覚えておいてください。どんどんいきます。可愛いんですよね。ちっちゃな頃から優等生。はい。もう、ボイス B が出てきました。これね、ちょっとコードギアスのね、シャーリーみたいなね、感じで、ちょっとお姉さんチックな声ですね。これは鼻腔共鳴を響かせながら、声帯を結構ミドルポジションでやれば出る声ですね。ちっちゃな頃から優等生。男の声なんでね、ちょっとイメージつきにくいかもしれないんで、女性の方とかはね、自分の声でちょっと試してみてください。次、どんな声が出てくるんでしょう。気づいたら大人になってた。
誰やねん。これは咽頭共鳴がさらに入って少し声が太くなってるんですね。ちっちゃな頃から優等生、そこに少し地声を入れて、さらに咽頭共鳴を加えると、気づいたら大人になってた。こういう感じで太い感じになります。そして声が戻って、ナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなく、また新しい声が出てきました。これ4番目のボイス、D とでもね、名付けておきましょう。これは声を裏声寄りにして、さらにウィスパー、息を混ぜていく。持ち合わせるわけもなく、こんな感じですね。いやー、これを瞬時にやるってどういう声帯してるんですかね。とんでもない発声力ですよ。もう一回ね、続けて聞いてみましょう。はい、行きましょう。行きましょう。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた。ナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい、わけもなくただ混乱するエイテ。これも微妙に新しい声だよね。さらに、さっきのウィスパーに少し咽頭共鳴を入れて、でもなくただ混乱するエイテ。こういう風な感じですね。すげえな。しかもね、ここですごいのが、声変えてるじゃないですか。けど、音程も正確だし、何よりも言葉がめちゃくちゃ聞きやすいんですよ。さすが声優さんですね。この歌い分けはものすごい高度だし、何気に言葉が一つ一つ伝わってきません？表現力ってこういうことを言うんじゃないかなってちょっと思ってます。発声だけでこの言葉を演技していくっていうね、すごい高度なものを今僕らは見せられています。では続きいきましょう。それもそうか。はい。また新しい声が出てきましたね。ちょっと幼女な感じですね。これはまず声帯をミドルボイス、地声でも裏声でもない中間のボイスに持ってきて、さらにこのまま共鳴とかを加えずに、このまま喋っている状態ですね。僕だとこんな感じ、背を出せみたいな、カエルみたいな状態ですね。なんですけど、これがちょっと幼くて、また可愛いボイスになってますね。もう一度聞きましょう。なんかいい感じの音なんですね。それもそうか。最新の流行は当然の把握、経済の動向も通勤時チェック、純情な精神で入社しは社会人じゃ当然のルールです。すっげえわ。この切り替えなかなかできないですよ、マジで。続きいきましょう、サビ。はい、さっきのはーは普通にやるんじゃなくて、声帯をクッと締めて、息切りを使って、はーこういう感じですね。いやー、かっこいい。しかも、すごいのが、はーうっせーって、ここで地声、裏声、地声、裏声って切り替えまでやってるんですよ。めちゃくちゃ反応早いです。もう声帯ニュータイプですね。はーうっせーは、あなたが思うより健康です。一切が細胞ような、あなたじゃわからないかもね。ああよく似合う、そのかもなく不可もないメロディー。うせは頭の出来が違うので問題はなし。ここね、めちゃくちゃいいんすよ。ここで折笠さんの地声が発生されてて、しかも問題はなしって完全にイキリを使いながら咽頭共鳴も使って太さかつ荒々しい、そんな発声を出してるんです。これはね、ビンビンきますよね。もうすごいです。じゃあどんどん続きいってみましょうか。しかも可愛い。この顔で歌変わるからね、ちょっとキュンとしますね。つっても私も犯人で殴ったりするのはノーセンキュー。だったら言葉の銃口をその頭に突きつけて撃てばマジやばない止まれやしない。また新しい声出てきたね。マジやまないって、これなんだろう。もう一回聞きますね。頭に突きつけて撃てばマジやばない。この声は発声学的に言うと地声ミックスです。地声でもない、裏声でもない、ミドルボイスを地声と混ぜた声なんですね。地声とミドルボイスの中間の声です。そこに今まで入ってた咽頭共鳴をキュッと抜いたことによって軽く鋭い声になってるんですね。これかっこいいな、すげえわ。その頭に突きつけて撃てばマジやばない止まれやしない。また入れるの。誰で誰の破壊
精神クソだりーな酒が空いたグラスあればすぐに継ぎなさいみんなが務めやすいようにここは声で加工してねもっとですねお姉さん声になってます。踊りたい経験のマナーですはあうせうせうせは口塞げや限界ですはい。ここで折笠さんやっぱり歌すげえ分かってんなって思うのが、まあいつも言ってるんですけど、基本的に歌っていうのは1番と2番で結構歌い方って変えた方がセオリー的にはいいんですね。で、ここでもやっぱ声の使い方とか、あと言葉のニュアンスとかを1番と変えてきてるんですよ。だから1番の場合は、うっせーうっせーうっせーはあなたが思うより健康ですっていう風に結構同じような声で言ってるのについて、はあうせうせうせは口塞げやはい、このくせー口塞げやってこの可愛い幼女の声ね。これを使ってきてるわけですよ。だからもうバリエーションによって楽しませてくれるっていうね、これエンタメですよ、マジで。やれって言われても結構できないですね。しかもこれすごくいいのが多分無修正だと思うんですね。音程がいい感じで外れてたりするんです。で、結構ピッチって合ってた方がいいんじゃないのって歌ってる人って思ってる方多いんですけど、実はピッチって合ってない方が正解の部分っていっぱいあって、それがピッチ修正をかけるとなくなっちゃうわけなんですよ。でも、この折笠さんの歌の場合は、ピッチ修正かけずに、そのまま一番心地のいいピッチに当たってるわけなんですね。で、これね、難しいのが絶対音感ある人とかだと、低く取ってるとかね、そういう風に感じてしまう人もいるんですけど、絶対音感じゃなくて、ここで重要になってくるのが、相対音感っていうね。で、絶対音感っていうのは、実は記憶なんですね。記憶なんで、ドレミファソラシドってこの音を覚えてるんですよ。で、これの弊害っていうのが実は一つあって、それが何かというと、実はこの覚えたドレミファソラシドっていうピアノの鍵盤の音なんですけども、自然の音感、気持ちいい音感からすると、実はちょっとずれてるんです。これね、ちょっと音楽理論の話とかがいっぱい入ってくるんでね、少しもう簡単に言うと、普通のピアノの音って実は和音的にちょっと濁ってるんですよ。で、歌とかで本当に心地よくパーンってパチッとはまったようなね、ピッチっていうのがありまして、それが相対音感っていうものなんですよ。で、この折笠さんは、その相対音感を使って、いい感じでずらしたりとか、そういうテクニックをここで使ってるんです。これは単なる絶対音感がありますとかじゃなくて、めちゃくちゃ音感を勉強してきた人じゃないとできないテクニックなんで、半端なくうまいです。じゃあ続きいってみましょう。これもいい感じでピッチ当たってる。代弁者は私やばいもういい下は2番煎じからのパロディうせは丸々と肉ついたその顔面にバス今のね、丸々と肉ついたその顔面にバーツのところのそのところのこのしゃくりがめっちゃ速いんですよ。そのって。それによって、このバーツまでのためになってるっていうね。これリズムとしてめちゃくちゃいいです。細かいね。しかもさ、この折笠さんさ、歌ってないところ普通に可愛いってなっちゃうんだよね。私が俗に言う天才です。うせはあなたが思うより健康です。一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもね。つまらねえ何回ちょっと止めるよ。ごめんな。最後まで聞きたいな。ごめんね。本当はもうそのまま行きたいんだけど、ちょっと語らせて。ごめんな。つまらねえって本当につまらなさそうに歌うんだよね。これが歌唱表現なのよ。だから、フェイクとかね、ビブラートとかにこだわるのももちろんありなんだけど、一番僕歌で伝えたいのっていうのが、歌ってやっぱり伝えることだから、この言葉を伝えようとするね、力がものすごい強いっすね。いや、本当にね、これこそが歌唱表現だと僕は思います。
ちょっともう一回だけ見ましょう。より健康です。すげえ。一切が最後ようなあなたじゃわからないかもね。集まらねえ何回聞かせるんだそのメモリー。うせは私も大概だけどどうだっていいぜ問題はなし。イエーイ大将すげえ。はい、ありがとうございました。こちらこそです。アドさんのうっせぇわに挑戦いたしました。ありがとうございます。私は割とギザギザハート世代よりなんですが、はい。その当時からこんな気持ちを持っておりました。はい、時々私の口から魑魅魍魎が飛び出していましたが、いかがだったでしょうか。最高でした。引き続きアトモンチャンネルをよろしくお願いします。ご登録まだの方はポチッと押していただけると嬉しいです。動画の概要欄にね、またお会いしましょう。元のチャンネルも載折笠せておきますんで、ぜひね、チャンネル登録してください。はい。この折笠さんのパフォーマンスなんですけど、何が素晴らしいかというと、もちろん声の種類もものすごいたくさんあって、しかも全部高度な声なので、ものすごいんです。そこはすごい上で、最後まで見ていただいていかがだったでしょう。めちゃくちゃ説得力ありません？これただ単にうまく声が出せますよだけじゃなくて、最初中盤最後までをちゃんと考えて、こういう流れで歌おうっていう風にちゃんとボーカリゼーション、歌の流れっていうのができてるんですね。なのでこの折笠さんのパフォーマンスは、例えばこのチャンネルを見てくれてる方で高い声は出るけどなんか歌ってても気持ちよくないというか評価が得られにくい、そう思った時にこれめちゃくちゃ勉強になるんですね。ですので今回は、共有させていただきました。で、この折笠さん他にもね、キングヌー歌ったりとかね、いろいろ YouTube の方にも上げてるんで、ぜひそちらも見に行ってみてください。さて、今回の動画いかがだったでしょうか。笑点って初めてのね、リアクション動画ということでね、ちょっと緊張したんですけどね、面白かった、よかった、そう思っていただけましたらいいね、あとチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画の感想やリクエストありましたら動画のコメント欄に書いておいてください。また、今回からこのサクセスボイスのチャンネルにはサクセスボイスのプレゼントがついてます。誰でも思い通りの高音で歌えるようになれる超速高音ボイストレーニング教材、これを無料配布するようになりました。これは YouTube では公開してないサクセスボイスに来ないと学べない本質的で科学的なボイストレーニングを誰でもできるような形にした動画教材です。こちらはこの動画の概要欄の方に期間限定で載せておきますので、逃さないうちにゲットしておいてください。概要欄を今すぐご覧ください。いやー、本当に歌って素晴らしいものですね。また次の動画でお会いしましょう。レッツトレーニング、バイバイ。